日本史義梶 vs 時政。比企能員と北条時政は最終的に激突して、比企一族は将軍源頼家の子一幡や若狭局と共に消え去るのだが、激突の原因はどこにあったのだろうか。比企能員と北条時政の争いを詳しく見ていこう。比企氏と北条氏が激突した原因としては大きく2つが考えられる。一つは比企氏のプライドであり、2つ目は北条氏の危機感である。1つ目の比企氏のプライドとは、比企氏は北条氏よりもずっと早くから源頼朝と関係しており、頼朝の育ての親としてのプライドを持っていたのである。比企尼は頼朝の乳母の一人で、夫の比企家紋城は頼朝の父源義朝の古くからの家臣であった。頼朝が伊豆へ流されると、家紋城は妻の比企尼と共に京都から領地の比企郡へと移り住む。そして比企夫妻は頼朝と直接会うことはできないので、米や衣類などの生活物資を毎月送り続けたという。その支援は頼朝が挙兵するまでのなんと約20年間も続いたのである。さらに比企夫妻は長女の婿である安達盛長に頼朝の身の回りの世話を長年にわたってさせていた。また二女の婿は川越重頼、三女の再婚先は平賀慶喜と、いずれも頼朝の有力御家人となっている。比企尼は夫が亡くなると男子がいなかったために、甥っ子の義和に家督を継がせている。比企一族にすれば古くから源義朝に仕え、約20年間大事に育ててきたひな鳥を北条氏というトンビにさらわれた思いであったろう。苦労して養育した頼朝の育ての親というプライドを大いに傷つけられたに違いない。頼朝はそんな比企一族を思いやり、嫡男頼家の乳母に比企能員を選んだのである。比企一族は北条氏への対抗策として、頼家と義和の娘若狭局との間に男子を誕生させることを望んだ。そして1198年建仁3年9月2日、頼家と若狭局の間に待望の長男一幡が誕生する。一幡の誕生で比企一族のプライドは大いに回復する。ところが反対に、この事態に焦ったのが北条時政はじめ北条家の人々である。北条氏は政子が頼朝の長男頼家を生むことによって比企氏など鎌倉の御家人たちの上に立つことができたのである。ところが今度はその頼家の長男一幡を比企氏の娘が産んだのである。このままでは北条氏は比企氏の後陣を拝することになると北条家の人々は焦ったに違いない。この北条氏が抱いた危機感が比企氏と北条氏激突の2つ目の要因である。幸い若狭局は妾であったために一幡が嫡男と決定していたわけではなかった。頼家が急病となり危篤に陥ると、これ幸いと北条時政らは比企能員に
一幡と実朝の二人に将軍職を分割することを提案する。提案の内容は、関東28カ国の地頭職と日本国総守護職を一万に、関西38カ国の地頭職を実朝に相続させるというものであった。しかし、長年北条氏のために辛酸をなめてきた比企氏のプライドが提案の受け入れを許さなかった。義和は時政らの申し入れを完全と拒否した。もし一幡が将軍になれば、比企義和が外祖父となる。そうすれば時政と義和の立場は全く逆転してしまうのである。この時点で時政は比企氏の追討と一幡の殺害を決意したのではないだろうか。比企氏の乱については、主導者が時政か政子か、それとも義時かという議論がよくなされてきた。しかし、将軍の外祖父としての立場を失う時政が一番危機感を抱き、焦燥感に駆られたのではないだろうか。時政は頼朝亡き後、まだ若い将軍頼家の外祖父として特別の立場で権勢を振るってきた。その立場をライバルの比企能員に奪い取られることは、今度は北条氏のプライドが許さなかったのかもしれない。北条氏と比企氏の戦いは、義和が油断して軽装のまま友の者もあまり連れずに時政邸を訪れたことであっけなく決着する。もし比企能員がもう少し用心深い人物であれば、北条氏と比企氏の争いはまだまだ続き、鎌倉幕府の歴史もまた変わっていたのかもしれない。